り解説。2011年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。ねえ、マリサ、2011年って、どんな映画が日本で公開されてたか覚えてる？お、いい質問だな。2011年は、邦画も洋画も名作揃いの年だったんだぜ。アクション、ミステリー、サスペンス、コメディと、バラエティ豊かな作品が目白押しだったのぜ。へえ、それは楽しみね。でも、どれが一番人気だったの？ふふん、それはこれからのお楽しみだぜ。今日は2011年に日本で公開された映画の中から、特に注目すべきベスト10をランキング形式で紹介していくぜ。なるほど。ランキング形式ってことは、10位から順番に発表するのね。その通りだぜ。10位から1位まで、それぞれの映画の魅力やエピソードを解説していくから、最後まで楽しんでくれよな。第10位。SP 革命編。SP 革命編は、2011年3月12日に公開された日本のアクション映画だぜ。この作品は、岡田准一主演の人気ドラマ SP 警視庁警備部警護課第4係の劇場版第2作で、シリーズの完結編にあたるんだ。へえ、ドラマが映画化されたのね。どんなストーリーなの？物語は、官房長官を狙ったテロ事件から2ヶ月後が舞台だ。主人公の井上薫、岡田准一や第4係のメンバーは、怪我から回復し通常業務に戻っていた。しかし、かつての上司である尾形総一郎、堤真一が国家の腐敗したシステムを変えるべく、大規模なクーデターを計画し、国会議事堂ジャックを実行に移す。井上たちは、その陰謀を阻止するために立ち向かうんだ。国会議事堂ジャックなんて、スケールが大きいわね。見どころはどこかしら？この作品の見どころは、やはり迫力満点のアクションシーンだな。主演の岡田准一は、役作りのためにフィリピン武術家リアジー訓導、総合格闘技のシュートでインストラクターの資格を取得するほどの徹底ぶりだったんだ。その成果がアクションシーンに存分に発揮されていて、スタントなしのリアルな格闘が楽しめるぜ。それはすごいわね。アクション好きにはたまらない作品ね。さらに、物語の中で描かれる人間ドラマも見逃せない。正義とは何か、国家のあり方とは何か、といったテーマが深く掘り下げられていて、見る者に考えさせられる内容になっているんだ。アクションだけでなく、深いテーマも持っているのね。興味が湧いてきたわ。ぜひ見てみてくれ。SP 革命編は、アクションとドラマが融合した傑作だぜ。第9位。ガンツパーフェクトアンサー。ガンツパーフェクトアンサーは、2011年4月23日に公開された日本の SF アクション映画だぜ。奥広屋の人気漫画、ガンツを原作とした実写映画の完結編にあたる作品だな。前編があったのね。どんなストーリーなのかしら？物語は、黒い謎の球体、ガンツに選ばれた主人公黒野圭、二宮和也と幼馴染の加藤勝、松山健一が、異様の星人たちと戦いながら、ガンツの指示に従ってミッションをこなしていく話だ。前編で加藤を失った黒野は、彼を蘇らせるために戦い続けるが、ガンツの世界に異変が起こり始める。さらに、ガンツが新たにターゲットに選んだのは、黒野の思い人小島妙、吉高由里子だったんだ。そんなことってあるの？主人公の大切な人がターゲットにされるなんて、緊迫感がすごそうね。まさにそうだぜ。物語の展開は前編以上にスリリングになってる。特に、地下鉄でのバトルシーンは大迫力だし、原作にはないオリジナルの展開も加わっていて、最後まで目が離せないんだ。オリジナル展開があるのね。原作ファンでも楽しめそうだわ。そうなんだぜ。そして、新キャラクター重田正光、山田孝之の登場も注目ポイントだ。彼の目的やガンツの謎が徐々に明かされていくことで、物語の奥行きが増しているんだ。山田孝之さんが出てるのね。それは面白そう。主演の二宮和也や松山健一をはじめ、吉高由里子、本郷奏多、夏菜、田口智郎、山田孝之と、豪華キャストが揃っているのも魅力の一つだな。彼らの熱演が、作品の魅力をさらに引き立てているぜ。アクションだけじゃなくて、
人間ドラマも見どころなのね。そうだぜ。テーマとしては、生と死、そして人間の存在意義についても深く描かれている。過酷な状況での人間の選択や葛藤が、見る者に強い印象を残す作品になっているぜ。SF アクションだけじゃなくて、哲学的なテーマもあるのね。ちょっと興味が湧いてきたわ。ぜひ見てみてくれ。ガンツパーフェクトアンサーは、アクションとドラマが融合した見応えのある作品だぜ。第8位、名探偵コナン、沈黙の15分、クォータ名探偵コナン沈黙の15分は、2011年4月16日に公開された名探偵コナンの劇場版第15作目だぜ。シリーズの15周年を記念して制作された特別な作品なんだ。15周年記念作品なのね。どんなストーリーなの？物語は、東京都知事朝倉雄一郎の元に届いた謎の脅迫状から始まるんだ。都知事は新しく開通する地下鉄トンネルの式典に出席する予定だったんだけど、その直前に爆破事件が発生してしまう。コナンの起点で大惨事は免れたものの、事件の背後には8年前のある出来事が関係していることが明らかになるんだ。8年前の出来事？それが今回の事件とどう関係するの？コナンたちは捜査を進めるうちに、新潟県にある雪深い村北の沢村にたどり着くんだ。そこでは、ダム建設によって村が水没することが決まっていて、過去の因縁や秘密が次第に浮かび上がってくる。さらに、8年前の事故で昏睡状態になっていた少年立原東馬が奇跡的に目覚めるんだけど、彼の記憶が事件解決の鍵を握っているんだよ。すごくミステリアスな展開ね。でも、タイトルにある沈黙の15分ってどういう意味なの？クライマックスでは、コナンたちが雪崩に巻き込まれてしまうんだ。その時、人間が耐えられる限界が15分と言われていて、その間に脱出しなければならないという状況になる。このシーンは緊迫感が半端なくて、見ているこっちまで息を飲むほどだぜ。なるほど。15分間が生死を分ける重要なポイントなのね。見どころはどこかしら？やっぱりスノーボードを駆使したアクションシーンは迫力満点だな。それに加えて、雪山の美しい景色と壮大な音楽が物語の雰囲気を引き立てているんだ。そして何よりも、事件の背後に隠された人間ドラマが深く描かれていて、最後は感動的な展開が待っているんだぜ。アクションもミステリーも感動もあるなんて、すごくバランスがいい作品ね。音楽はどうだったの？主題歌はビーズのドンとは習いだぜ。この曲は映画のエンディングを盛り上げるだけでなく、テレビアニメのオープニングテーマにもなったんだ。映画の雰囲気とぴったり合っていて、余韻を残してくれる曲だよ。ビーズの曲が主題歌なのね。ファンにはたまらないわね。そうだな。この作品は、興行収入31.5億円を記録して、劇場版コナンの中でも大ヒットした一本なんだ。シリーズを知らなくても楽しめるし、コナンファンなら絶対に見逃せないぜ。事件の真相と、雪山でのサバイバル。すごく面白そう。これは見るしかないわね。ぜひ見てくれ。名探偵コナン沈黙の15分は、スリルと感動が詰まった名作だぜ。第7位、冷たい熱帯魚。冷たい熱帯魚は、2010年に公開された園子温監督のサスペンス映画だぜ。実際に起きた埼玉愛犬家連続殺人事件を元にしていて、衝撃的なストーリーと過激な描写が話題になった作品なんだ。実際の事件が元になっているのね。どんなストーリーなの？物語は、小さな熱帯魚店を営む社本信之、吹越光が、大手熱帯魚店のオーナー村田幸を天々と出会うところから始まる。村田は親しげに社本に近づき、経営のアドバイスをしたり、娘の世話を焼いたりするんだけど、その裏には恐ろしい本性が隠されていたんだ。そんな親切な人が、実は裏で何かしてるってこと？そういうことだぜ。村田は実は、金銭トラブルを抱えた客を騙して金を奪い、その後証拠を消すために殺害していたんだ。そして、その犯罪に社本を巻き込んでいく。家族を守るために関わらざるを得なくなった社本は、次第に追い詰められ、逃れられない状況に陥ってしまう。それって完全にホラーじゃないの？
普通の人がどんどん犯罪の世界に引き込まれていくのね。まさにそうだぜ。この映画のすごいところは、そんな恐怖がどんどん現実味を帯びてくるところなんだ。村田は圧倒的なカリスマ性と支配力で周囲の人間を操り、相手が抵抗できない状況に追い込んでいく。その過程がリアルすぎて、見ている側も息が詰まるんだ。村田を演じたでんでんさんの演技も注目されてたわよね。そうなんだ。でんでんさんは、それまでコメディ色の強い役が多かったんだけど、この映画では狂気に満ちた冷酷な殺人鬼を完璧に演じきって、見る者に強烈なインパクトを残したんだ。その開演ぶりは、日本アカデミー賞の優秀助演男優賞を受賞するほどだったぜ。そんなにすごい演技だったのね。他のキャストは？主人公の社本を演じた吹越充さんも、極限状態で追い詰められる男の姿をリアルに表現していたし、村田の妻役の黒沢明日香さんの演技も狂気じみていて素晴らしかったぜ。キャスト全員の熱演が、この作品の迫力を何倍にも引き上げているんだ。監督の園子音さんの演出も話題になったわよね。ああ、園子音監督は、ただのサスペンスに終わらせず、人間の本性や社会の暗部までえぐり出すような演出をしているんだ。暴力や犯罪を描きながらも、そこにある人間ドラマや心理描写が見事なんだよ。すごく衝撃的な映画みたいだけど、どんな人におすすめ？サスペンスや社会派ドラマが好きな人、そして人間の本質に興味がある人にはぜひ見てほしい作品だぜ。ただし、暴力的な描写がかなり多いから、苦手な人は注意が必要だな。なるほど。心の準備が必要な映画ね。でも、すごく気になるわ。冷たい熱帯魚は、見た後にずっと心に残る作品だぜ。衝撃的な展開と圧倒的な演技、そして園子音監督の独自の世界観が詰まった一本だから、興味があるならぜひチェックしてみてくれ。第6位、マネーボール。マネーボールは、2011年に公開されたアメリカのスポーツドラマ映画だぜ。マイケル・ルイスのノンフィクション書籍、マネーボール奇跡のチームを作った男を原作にしていて、メジャーリーグのオークランドアスレチックスを題材にした実話ベースの映画なんだ。実話に基づいた映画なのね。どんなストーリーなの？主人公は、オークランドアスレチックスのゼネラルマネージャー、GM であるビリー・ビーン。彼は資金力の乏しいチームを強くするため、従来の選手評価とは違うデータ分析、セイバーメトリクスを導入するんだ。セイバーメトリクス？それってどういうものなの？簡単に言うと、選手の能力を従来のスカウトの勘や経験ではなく、統計データを使って分析する手法だな。例えば、打率よりも出塁率を重視したり、選手の潜在能力を数字で判断するんだ。この方法を取り入れて、スター選手を獲得するのではなく、低評価ながらも実は価値のある選手を集めてチームを強化するという戦略を取るんだよ。今では当たり前の考え方かもしれないけど、当時はかなり革新的だったのね。そうだぜ。ビリーの手法は、当時の野球界では異端視されていて、最初は監督やスカウトたちから猛反発を受けるんだ。それに、シーズンの序盤は思うような結果が出ずに苦戦するんだけど、やがてチームは快進撃を見せるようになる。実際にどれくらいの成果を上げたの？アスレチックスは、この手法を用いてアメリカンリーグ史上初の20連勝を達成するんだ。この快挙によって、ビリーの戦略は大きく注目されるようになり、メジャーリーグ全体に影響を与えることになったんだよ。すごい。でも、その後のチームの運命はどうなったの？残念ながら、ポストシーズンでは敗退してしまうんだ。でも、ビリーの手法はその後も進化を続けて、今では多くの球団がデータ分析を活用している。結局、ビリーは強豪ボストンレッドソックスから GM として高額のオファーを受けるんだけど、それを断ってアスレチックスに残ることを選ぶんだ。信念を貫いたのね。キャストはどうなの？主人公のビリー・ビーン役はブラッド・ピットが演じているぜ。彼の演技は大絶賛されて、アカデミー賞の主演男優賞にもノミネートされたんだ。他にも、ビリーの参謀役であるピーター・ブランドをジョナヒルが演じていて、このコンビのやりとりも見どころの一つだぜ。スポーツ映画っていうより、経営とか戦略の話がメインなのかしら？そうだな。
野球を知らなくても楽しめる映画で、どちらかというとビジネス映画に近いかもしれない。常識を覆して新しい価値観を作り上げる過程が描かれているから、スポーツ好きじゃなくても絶対に面白いと思うぜ。データ分析で勝負するなんて、今の時代にも通じる話ね。スポーツだけじゃなくて、ビジネスにも応用できそう。まさにその通りだな。スポーツ、ビジネス、データ分析に興味がある人には絶対におすすめの映画だぜ。第5位、素敵な金縛り。素敵な金縛りは、2011年に公開された三谷幸喜監督の法廷コメディ映画だぜ。主演は深津絵里さんで、彼女が演じるのは冴えない三流弁護士の宝生恵美。そんな彼女が、幽霊を証人として裁判に立たせるという、前代未聞の法廷劇に挑むんだ。幽霊が証人？それはまたとんでもない話ね。そうだぜ。恵美が担当するのは殺人事件の被告人矢部五郎の弁護。彼は、事件当夜に旅館で金縛りに遭っていたと主張してるんだけど、それを証明できるのが落ち武者の幽霊晒しな六兵衛しかいないんだよ。まさか幽霊に証言させるつもりなの？まさにその通りだぜ。恵美は何とかして六兵衛を証人として法廷に立たせようと奮闘するんだけど、当然ながら誰もそんな話を信じてくれない。裁判長も検察官も呆れ顔。でも六兵衛自身は至って真面目で、彼なりにアリバイを証明しようとするんだ。なるほど。それだけで面白そうな展開ね。キャストも豪華なんじゃない？もちろんだぜ。主人公の恵美を演じる深津絵里さん。そして幽霊六兵衛役には西田敏行さん。阿部寛さんが恵美の上司の弁護士役。中井貴一さんが検事役と、めちゃくちゃ豪華な顔ぶれが揃っているんだ。三谷幸喜監督の映画って、キャストがいつも豪華よね。それにしても、法廷劇なのに幽霊が絡むなんて、どんなテイストの映画なの？基本はコメディだけど、法廷ドラマとしても面白いし、ファンタジー的な要素もあるんだ。そして、ただ笑えるだけじゃなくて、ラストには感動的な展開も待っているぜ。なるほど。ただのコメディじゃなくて、しっかりとした物語があるのね。そうなんだ。三谷監督ならではのセリフの掛け合いやテンポの良さも見どころだし、ユーモアと感動がバランスよく詰まった作品なんだよ。笑って泣ける映画っていいわね。これはぜひ見てみたいわ。そうだろ？素敵な金縛りは、コメディ好きはもちろん、法廷劇が好きな人にもおすすめできる傑作だぜ。第4位、ミッション、インポッシブル、ゴースト、プロトコル。第4位は、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルね。トム・クルーズ主演のスパイアクションシリーズの第4作目で、2011年に公開されたわ。そうだぜ。今回は、イーサン・ハント率いる IMF チームが、クレムリン爆破事件の濡れ衣を着せられ、組織の存在を抹消されるゴーストプロトコルを発令されるんだ。彼らは孤立無縁の中で、世界的な核戦争を企むテロリストを阻止するために奔走するんだぜ。なるほど。イーさんたちは追われる立場になりながらも、任務を遂行しなければならないのね。その通りだ。特に有名なのが、ドバイの超高層ビル、ブルジュ・ハリファでのスタントシーンだな。トム・クルーズ自身が命綱だけでビルの外壁を登るシーンは圧巻だぜ。それはすごいわね。他にも見どころはあるの？ああ、ハイテクガジェットやスリリングなアクションシーンが満載だ。また、新キャラクターとしてジェレミー・レナー演じるウィリアム・ブラントが登場し、物語に新鮮さを加えているぜ。シリーズを通してのファンも、新しいキャラクターの登場で楽しめるわけね。そうだな。そして、監督はミスター・インクレディブルやレミーの美味しいレストランで知られるブラッド・バードが務めていて、彼の初の実写映画作品なんだ。アニメーションで培った演出力が、アクションシーンにも活かされているぜ。アニメーションの監督が実写に挑戦するのは興味深いわね。その経験がアクションシーンにどう影響しているのか、注目して見てみたいわ。ぜひチェックしてみてくれ。ミッションインポッシブルゴーストプロトコルは、シリーズの中でも特に評価が高い作品だから、アクション映画ファンなら見逃せない一本だぜ。第3位、イップマン、序章。第3位は、イップマン序章ね。2011年に日本で公開されたこの映画は、
ブルース・リーの師匠として知られる英春剣の達人、イップマンの生涯を描いた作品よ。そうだぜ。主演のドニー・イエンがイップマンを演じ、その卓越した武術と高潔な人柄を見事に表現しているんだ。物語は1930年代の中国広東省釜山を舞台に、イップマンの平穏な生活が日中戦争の勃発によって一変する様子が描かれているんだぜ。戦争が彼の生活にどんな影響を与えたのかしら？日本軍の釜山占領により、イップマンは家を奪われ、家族と共に困窮した生活を強いられるんだ。それでも彼は誇りを失わず、炭鉱での労働に従事しながら仲間たちと支え合って生き抜いていくんだぜ。そんな中で、彼の武術はどのように活かされるの？日本軍の将校である三浦、演じるのは池内博之さんだが、彼がイップマンの武術の腕前に目をつけ、自軍の兵士たちに武術を教えるよう強要するんだ。しかし、イップマンはそれを拒否し、結果として三浦との対決に至るんだぜ。彼の信念と誇りが試される場面ね。その通りだ。クライマックスのイップマンと三浦の戦いは、この映画の最大の見どころで、迫力満点のアクションシーンが展開されるんだ。また、アクション監督を務めたのはサモ・ハン・キンポーで、彼の振り付けによるリアルでダイナミックな戦闘シーンが観客を魅了するぜ。アクションだけでなく、物語の深みも感じられるわね。ああ、イップマンの家族愛や仲間との絆、そして困難に立ち向かう姿勢が丁寧に描かれていて、見る者の心を打つ作品だ。さらに、この作品はシリーズ化され、イップマン入門やイップマン継承など、続編も制作されているんだぜ。それだけ多くの人に支持された作品なのね。ぜひ見てみたいわ。第2、パイレーツ・オブ・カリビアン、命の泉。第2位は、パイレーツ・オブ・カリビアン命の泉ね。2011年に公開されたシリーズ第4作だけど、どんな物語なのかしら？これは、永遠の命をもたらすとされる命の泉を巡る冒険だぜ。ジャック・スパロー船長が再び海に出て、古くからの知り合いである女海賊アンジェリカや、伝説の海賊黒ひげと対峙するんだ。アンジェリカって、ジャックの元恋人なのよね？そうだぜ。ペネロペ・クルスが演じるアンジェリカは、ジャックの過去の恋人であり、黒ひげの娘でもあるんだ。彼女の登場で物語に新たな深みが加わっているんだぜ。黒ひげって、どんなキャラクターなの？黒ひげは、史上最強と呼ばれる実在の海賊エドワード・ケイチをモデルにしたキャラクターで、イアン・マクシェーンが演じているんだ。彼は魔法の力を持つ剣を操り、船を自在に操るなど、恐ろしい存在として描かれているんだぜ。他にも新しいキャラクターはいるの？ああ、若き宣教師フィリップと人魚のシレーナが登場するんだ。二人の禁断の恋が物語にロマンチックな要素を加えているんだぜ。バルボッサも出てくるのかしら？もちろんだ。ジェフリー・ラッシュ演じるバルボッサは、今作では英国海軍に寝返り、ジャックたちと対立する立場になっているんだ。彼の存在が物語に緊張感をもたらしているんだぜ。監督は誰が務めたの？今作の監督はロブ・マーシャルだ。彼はシカゴなどのミュージカル映画で知られていて、その経験がアクションシーンや音楽の使い方に活かされているんだぜ。なるほど。だから新鮮な感じがするのね。この作品の見どころは何かしら？やはり、ジャック・スパローのユーモラスで型破りなキャラクターと、壮大なアクションシーンだな。さらに、新キャラクターたちとの絡みや、生命の泉をめぐる謎解き要素も見逃せないぜ。それは楽しみね。早速見てみたくなったわ。第1、ハリー・ポッターと死の秘宝、パート2。第1位は、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2ね。2011年に公開されたシリーズ最終作だけど、どんな物語なのかしら？これは、ハリーたちがボルデモートを倒すために、彼の魂を分けた分霊箱をすべて破壊しようとする物語だぜ。最終的にはホグワーツ魔法魔術学校での壮絶な戦いが描かれているんだ。ホグワーツでの戦いって、どんな感じだったの？ホグワーツ城全体が戦場となり、生徒や教師、不死鳥の騎士団が救い人と激突するんだ。特に、マクゴナガル先生とスネイプの対決や、
モリー・ウィーズリーとベラトリックスの戦いは見どころだぜ。主要キャラクターたちはどうなったの？ネビル・ロングボトムが大きな役割を果たすんだ。彼はボルデモートの最後の分霊箱である蛇のナギニを倒すことで、ハリーがボルデモートを打ち負かす手助けをするんだぜ。スネープ先生の過去も明らかになるのよね？ああ、スネープの記憶を通じて、彼が実はハリーの母親リリーを深く愛していたことや、ダンブルドアと共にハリーを守るために行動していたことが明かされるんだ。彼の真実の姿には胸を打たれるぜ。この映画の見どころは何かしら？やはり、シリーズの集大成としての壮大な戦闘シーンと、キャラクターたちの成長と絆だな。特に、ハリーとボルデモートの最終決戦は圧巻だぜ。なるほど。シリーズのファンには見逃せない作品ね。私ももう一度見てみたくなったわ。総評、まとめ。こうして振り返ってみると、2011年は本当に名作がたくさん公開された年だったのね。そうだな。邦画も洋画も、それぞれに特徴があって、どの作品も強く印象に残るものばかりだぜ。特に、ハリーポッターと死の秘宝パート2は、長年続いたシリーズの完結編として、多くのファンの期待に応えた作品だったわね。ああ、それに、パイレーツ・オブ・カリビアン命の泉も、新たな展開を迎えたことで話題になったし、アクション映画の中でも、ミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコルのブルジュ・ハリファでのシーンは伝説級だったぜ。邦画だと、素敵な金縛りのようなユーモアたっぷりの作品もあれば、冷たい熱帯魚のような衝撃的な作品もあって、ジャンルの幅広さを感じたわ。そうだな。イップマン序章みたいな武術映画も、見応えがあって人気を集めたし、マネーボールのようなスポーツ映画も実話を元にしていて、エンタメとしてだけじゃなく、学びのある映画だったぜ。2011年は、アクション、サスペンス、コメディ、スポーツ、ファンタジーと、あらゆるジャンルの作品が高い評価を受けた年だったのね。まさにそうだぜ。どの作品も、それぞれの魅力があって、映画好きにはたまらない年だったな。こうやって振り返ると、見ていない映画も気になってくるわね。ぜひ見てみてくれ。どれも見応えのある名作ばかりだから、気になった作品があったらこの機会にチェックしてみるのぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。